地球のわけなんじゃです。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。そして今回コラボの中さんに来てもらってます。はい、コラボの中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はですね、地球の模型のロゴのついたベスト定規を、お店で置かしてもらうことになったんですけども、このベスト定規の機能がめちゃめちゃあるじゃないですか。そうですね。なので今回自分の勉強用として中さんに来てもらって全機能を教えてもらおうかなと思って、島根県まで来ていただきました。ありがとうございます。はい、道中8時間かかりましたね。とっても長かったです。もうここはどこなんだろうと着くのかなって着いてチェックインしてもうすぐ来てもらったりとね、疲れてると思いますが、はい、これ全機能を紹介すると結構なボリュームなんですよね。通常は数機能しか説明しませんけど、全機能を紹介してくださいとか教えてくださいっていうのは初めてですね無理ばかり申して大変申し訳ございません。楽しみに、はい、しっかり聞きたいと思います。はい、じゃあ横で一緒に聞いてください。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。では改めて今回紹介するのはこちらのベスト定規地球道模型のロゴ入ってるでしょ。そうですね。いやーテンション上がりますね。それでは中さんぜひ使い方を教えてください。はい、ベスト定規の使い方を一つずつご説明していきます。まずここに書いてあるような30度45度という角度線を分度器を普通使って書くんですが、それをこの1本で書きたいと思います。ここがスタート地点だとすると、今までの定規は定規を先に当てて線を引くっていうのが普通でしたが、これは先にペンの先をここに置いて引っ掛ける、引っ掛けて線を引いて戻す。そしたらこの引っ掛けたところを支点としてくるくるくるっと回して、下の線と30と書いた線があったところで止めて線を引いていただくと、これで30度の線ができますよ。すごい、めっちゃ簡単ですね。これ皆さんこう一発で引くとおーっていうところですね。じゃあ下に45度はどうやってやるかっていうと、同じように点で先に置いといて、45度ここのところのくぼみにペンを当てて点をつけます。そしてくる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 っと回して点の見えるとこまで来たら止めて線を引いていただくと、これで45度という風になります。そうすると分度器がなくてもこの角度線が消えますよっていうのがまず一つの機能になります。これもっとなんか他の角度とかもいけるんです。はい、60度、有名角の30、45、60度はここに60度があります。そしたらこの頂点にペンを置いていただいて、あとはここからかけて、ね、長く伸ばしてあげれば、これで上にこう合わせていただいて角度線を上がしていただくと、これで60度の線が引けますよっていう。じゃあ20度とかはどうやってやるの？点を置いて引っ掛けて引きます。ここの10のところに1回線を入れていただいて、くるっと回して10、ここで止めてもう1回10のところに引いていただいて、その10が見えたところの線をずーっと引くと、これで20度という風になります。へえ、めちゃめちゃいいね。はい、ということで分度器の機能としては、ここにちょっとシークレットでここに5があるんです。5度、10度、18度、20、30、45、60、115度。あ、ここ115度なんです。隠れない。覚えきれない。ここ115度なんですか。狙ってやってるんですね。狙ってやってますね。すごい。この足し算をするものでできる角度はこれ1個でできますよ。なるほど。5度刻みあればもうほぼ OK なとこありますもんね。はい。これをうまく使っていただければ大体の角度はほとんど作れちゃうよって。90度を引きたい時には引いて、ここの A のところのくぼみのところがここに点をつけていただいて、さっきと同じようにくる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 っと回して、この90の線をこれ引いていただくと、これで直角になりますよって。ここが直角になると。で分度器の機能がまずこの定規に入っていると。1つ目の機能ですね。僕小学校の時に物差しは持ってきたのに分度器だけ忘れて叱られるとか、分度器は持ってきたのに定規は忘れて叱られるとかよくあったんですけど、これ1本済むんですもんね。そうですね。逆に僕の場合は分度器をなくす方ですね。でお母さんに言うね、小声で言うのがパターンですね。はい、それでは次に
これ定規なので定規の機能を紹介しましょう。あ、じゃあもうまっすぐな線引けますよ以外にもいろいろあるんですね。そうですね。でまっすぐ引くのにも、今までだと10センチ引いてくださいっていうと、例えばここから10センチ引きますよって言った時に、こちらに向かって10センチ引くよって言った時に、やっぱりこう当ててから10センチ引く。やってましたやってました。それをさっきと同じようにこう置いて引っ掛けて10まで持ってくっていう引き方、これが一つ。逆にこちらを10に合わせて引き込んだらここで勝手に止まるので、これ10です。ああ、これ便利ですね。毎回0から始めなくても。そうですね。引きたい数字のところで5センチで5センチから向こうに持っていけば、これで5センチ勝手に止まってくる。ストッパーになるのいいですね。はい。なるほど。これ左利きの子のためにも、これ反対に持てば、これこっち側もちゃんとこう止まるようになってるので、10に合わせてキュッてこう引かれよ。あ、本当だ。左利きの子を引ける。っていう左右両方にメモリがついてるのはなぜかなっていうのは、この左利きの子でも使えますよっていうことですね。こうやってやれば右利き、こうやってやれば左利きという、便利。そういう風にこれ作ってる。あ、なるほどですね。そうですね。で同じ点、例えばここからまた線を引きたいってなると、また定規をこうやって当てるんですが、引きたいところにこう当てていただいて、引っ掛けて回していただいて、こうやって引けばこう、でここから始めたい、じゃあここに当てて引くっていうので、どんどんこう図を描いたりするのに始まりが簡単にいけます。引いて止めて、止めたところにこう持って引いて、便利。引っ掛けてどんどんこう引いてっていう機能が使えますよって。なるほど。引っ掛けて引っ掛けてって、引っ掛けるここの鍵の部分がこれがポイントなので、ここをうまく使ってくれると図形を簡単に書けます。はい、それでは次に、表を作ってみましょうと。四角を書いて、こう10ミリ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 というこういう表を書いたりするときに、この定規を使って書くとどうなるかね。これだと3のとこまでこう持ってきますね。そしたら普段はこういう風に点をつけて打ちますやりますね。それでもいいんですが、この内側にこう1センチ刻みに穴が開いているので、ここにこうペンを刺していただくと、このように中に点が入ります。そうするとここの上で取ったやつは後で消さなきゃいけないんですが、これあと消さなくて90度を引きたい時はここの A の点をついていただくと、これで真下90度いきますので、この点がで、あとこれを回して引いていただくと。であとはここのところはここに当てといて、当てた後にここの0のところの下にあるこの線と初めに引いた線を合わせていただいて引いてあげると、こうやって引いていただくと直角になって引けるよ。次も当てといて直角の上の赤い線と合わせて、で上から戻るみたいなとやっていただくと、これで何がいいかというと、この点がそのまま利用できるので消さなくても済みますよ。線をこう間隔で取ることができますというのがこの内側にある点になります。これは1センチごとの数字の上側に開けてありますので、そこに突っ込んでいただくと1センチ間隔で取れますと。平行線を引くのにどうしたらいいかっていうことで、今引いた線に対して平行な線を引きたいんですが、自分が工業高校で使っていたのが A4 のレポート用紙、その幅がA の7といって、7ミリの間隔の、罫線が入っているレポート用紙だったので、7ミリというのが一番使い慣れているので、その7ミリ間隔っていうのを取りたいので、それがここの A の点のところとこちらの A の7っていうのは7ミリというね、 A7 って書いてますね。はい、ずらした時に点が出てきますね。ここのところにペンを当てて引っ掛けて引いていただくと、これで7ミリになると。ここから今のところから例えば B の10、これで10ミリしたっていうことです。でこの B のところ点をついていただいて合わせていただければ、これで10ミリ下に下がると。あー便利。もう一つはこの C の15、ここの C ってやると15ミリ下に下がるっていう、そういう使い方ができるのと、もともと基準線があった場合、基準線に対してここの例えば B の10とこの B のと
ところに書いてるこの線を合わせていただくと、定規が曲がってるので平行っぽく見えないんですが、こうやって合わせていただくと、よいしょよいしょよいしょ、はい、これで10ミリ上に上がる、10ミリになってるんなるですね。っていうね。あそうすると上どんどんこう平行線が増えていくっていう、そういう形で、作ってます。へえ。これノート真っ白なところから罫線が綺麗に引けていくっていう、そういう機能でこの形がこう作られているっていうことになります。まだ機能あるんですもんね。そうですね、まだまだ機能ありますね。はい、次のお願いします。はい、お願いします。はい、それでは次の機能に行きたいと思います。コンパスの機能。コンパスもできるんですかね。はい、この中心に対して円を描きたいと思います。そうですね、半径5センチの円を描きましょう。はい、さっきと同じようにまず中心にペンを置きます。でこの時ペンは2本使います。今までは1本でしたが2本使っていただいて、このように引っ掛けて針の代わりにしといてもらってですね、でこれをこうやってくる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 って回るようにするとなるほどなるほど。でなるほど。この時にどうやって書くかなんですが、さっき穴が開いてるところがあったのそこかなっていう思う人がいるんですが、実はこれ正確に自分が書きたかったので、数字の今度下に書いてある下に開いている穴に入れると、はい、この2箇所の上の方じゃなくてこの下の方を使うんですね。はい、下の方にやるとこことその穴のところの、距離が3なら3センチ、4なら4センチ、5なら5センチぴったりになるようにセットしてありますので、これで円を描きたいと思います。5センチなので5の下の穴に入れまして、これでぐる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 と描きます。そうすると円が描けますと。へえ、面白い。これって何センチの円まで描けるんです？実はこれここの引っ掛けるところを使うと半径10まで描けますね。半径10の下まで穴が開いてますので、これで10の円まではぐる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 と描けます。でそうすると1センチ2センチ2センチ3センチ4、5、6、7、8、9、10と描けますが、さっきの上の穴も使えますので、実は置いてもらった時にさっきは引っ掛けたので、今度は一番初めに使ったこの1の穴を使って14の穴まで使うと半径13まで描けます。あ、なるほどなるほど。ここのだからここ直線がまっすぐじゃないとダメだから、今度はこっちの穴を使うってことですね。そうです。上の穴まで使うとこれで半径13まで描ける。でコンマ5も入れたいっていう人がいたので、ここに開いてるんですか？開いてるね。ここにコンマ5がここに開いてるんですね。2と3の間にコンマ5を入れてあるので本当だ、ここに穴が開いてる。そうすると円のところで 7.5 っていう、ここから開いて 1,2,3,4,5,6,7.5 ってやると 7.5 ってやるとここですね。そうするとこれで半径が、7.5 っていうことで直径で15っていうのが、直径で15が引きたいよっていう人がいるとこういう形ですね。はい。という形で、円は、最大は半径13まで描けるということです。で点5刻みで描ける。はい。コンパスってどうしてもこう開いた時に、ぴったりな数字に合わないじゃないですか。こう。わかります。ちょっと開きすぎた、ちょっと短いとか、こう煩わしさをなくしたいっていうのがこのベスト定規にこうコンマごと、1センチ刻みの穴が開いているっていうのがポイントですね。はい。回しながらだって広がるやついるじゃないですか。本当に。そうですね。あとコンパスのね、特徴としては絶対穴が開くじゃないですか。そうですね。これシャーペン使うので穴開かないですよ。そうか。ここは綺麗なままなんですね。じゃあ消しゴムで消したら本当に分かんなくなるんですね。そうです。便利。針がないから安全っていう面でもいいのかなっていう。これでもう全部終わりですか？いやいや、まだまだありますね。じゃあまた紹介してもらいたいと思います。はい。それでは、あとその他の機能になりますが、中に穴がこう開いてますね。開いてますね。矢印右左4の丸6の丸で、こいつだけ本当は3はここに来たかったんですが、こいつがいるので開けれなかったので、ここにしてちゃんとファイの3と書いてありますよ。あとこの三角とかはデルタっていうことで数学時に使うちょっとっていうような意味とか、はい。であとこの四角はチェックリストですね。
チェックあ、なるほど、これに入れてください。そうなるほど。そのためにこの便利。で丸三角四角とどうしても入れたかったっていうのが、なるほどですね。はい、おまけにつけっていう感じで、ここをこうグーってなんか開いてるんですが、ここはなんかずっと塗りつぶしていくとハートになると。中さんのお茶目が出てると思います。そうですね。でこれ実はパッケージで動かなくするための止めるためにこのハートがないと止まらないんですよね。実はここの部分のハートでこれで動かなくなってるんです。あ、これで物差しがずれないんですね。そう、物がずれないようにっていうことです。全部機能が理由があるんですね。はい、すごい。で物を測ったりする、簡易的にパイプとかこういうものの径を測りたい時っていうのはノギスで測ったりとかするんですが、でもすぐノギスがあるっていうのはなかなかない。ここの直角のところにこれを当てていただいてやるとこれは12ぐらいかなっていうおおよその値が分かる。機能もついてるんですね。はい、これでだいたい4、これ4ですかね。はい、これ目的っていうのはすごいのが出てね、目的とかでね、これ横幅はっていうとこれで55ですね。55で簡易的にこう物を測るだけだったらこれでいいよっていう、十分ですね。はい。でこれを、使っていただくと簡易的なノギスになりますよっていうことで、この1本でですね、なんとですねすごい図を描いてくれた人がいましてですね、イラストレーターさんですが、ちょっとこの1本で描ける図ちょっと面白いの描いてって言ったらですね、こんな図を描いてくれる。すごい。そうですね。この鱗の部分も全部ベストです。この鱗の部分はさっきのコンパスの機能を使ったりとか、シャッシャッシャッって書いて、で三角形の部分は止めてはくるくるとギザギザギザという。これは、色をつけてますが、はい、初めの下絵から、これ動画にも出てますのでぜひ見ていただければと思うんですが、これ五右衛門っていうですねイラストレーターさんでこう一本で描いてるハート。はい、それよくわかりました。このハートもなんとここのハートが使われているっていう面白いあれですが、こんな図も描いていただけるという。これなんかベスト定規っていうよりなんかもはやパーフェクトな感じがするんですけど、はい、なんかそうですね。これでベスト定規っていう名前もこの B というのが分度器の B です。ああ、これも意味あるんですか。はい、マジですか。はい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 。で次の E は円という、円もかけるよということで円っていうので、はいはいはい。S っていうのがこれは三角定規の S です。なるほど。なるほど。この T はそれじゃなんだっていうと、その機能を定規と分度器とコンパスの機能を合わせる3つを合わせるというのがトリニティというので、その頭文字を取るとベストというような形で、名前にまで意味あるんですね。はい、で定規っていうふうに、なるほど、そういうふうにしてつけたという経緯があって、ね、はい、これでほとんどこのベスト定規の全てをお伝えしたということになります。まあまあパンパンになったね、頭がね。いやでもこれちょっとずつ覚えていこう。本当にすごい便利だね。いや、中さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで中さん本当にいろいろありがとうございました。ありがとうございました。ものすごい機能入ってますね。そうですね。なんか説明するのも自分もこんな機能あったかなって思い出しちゃいました。今回紹介させてもらったのはベスト定規なんですけども、なんと中さんにですね、特訓見てください。これ地球道チャンネルバージョンも作っていただきました。ではかっこいいですね。はい。でこちらの方をですね、今回模型天国さんの EC サイトの方で特別に期間限定で、はい、販売させてもらうということが決まりました。中さんありがとうございます。ありがとうございます。今回購入いただいた方にはいつものね模型天国さんのステッカーと地球道チャンネルのステッカーと、中さんなんかないですか。本来ですね、この売っているものがですね、このエコーテックさんのモケブキャラの箱ちゃんがついたキャラクターでベスト定規は販売されております。キャラクターの全5種類の、ステッカー、これうちのどれか一つですね。一つと、もう一つうちのマスコットキャラクターのゴリラさん、フォーラボのキャラクターなんですが、ゴリラのキャラクターのステッカーのこの6種類のうちランダムで1枚を、購入してくれた方に仕上げるということでどうでしょうか。いや、ありがとうございます。はい、もうとても嬉しいです。ありがとうございます。これお店にも置こうかな。ありがとうございます。でもぜひ置かせてください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。というわけで概要欄に購入ページはつけておきますので、ぜひ概要欄もご覧ください。定価でですね、お値段950円ですね。はい、税込みですね。税込みです。はい、ですのでいっぱい機能ついてますので、ぜひモデラーさんにも1本、お子さんにも1本っていう
ね感じで買ってもらえたらいいんじゃないかなと思っております。これ受験で使えるんですかね。内緒ですけど今まだ使えるんです。あ、そうなんですね。定規ですのであくまでも定規です。受験の時に定規の機能が後ろに分度器の機能だとかコンパスの機能を有するものはダメですってなった時に初めて使えなくなります。あ、じゃあ今なら受験にも使えるということで、はい。またですね、こちらは期間限定で7月末まで予約を受け付けていきたいと思っておりますので、その7月末までの受付で随時発送させていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はコラボの中さんに来ていただいてベスト定規について紹介させていただきました。今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。